皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日は日本語を勉強している人に役に立つ本を10冊紹介します。以前にも本を紹介したことがあるので、そちらも参考にしてください。今日紹介する本の中には出版社さんからいただいたものもあります。でもこれは案件とか PR ではないので、私の自分の言葉で本を紹介します。一冊目はこちらです。スーパーリアルジャパニーズ。こちらの本は友達同士で使えるリアルな表現が盛りだくさんです。あとは生活で使う言葉もあります。こういった休日にお家で過ごすというような生活の中で使える表現もたくさんあります。英語と日本語、そしてローマ字が書いてあります。だから、スマホとかキーボードで入力するときに、ローマ字で入力をする人が多いと思うので、これを参考にしながら入力するとすごく便利だと思います。次はこちらです。初めての日本語能力試験 N3 単語2000です。こちらは英語とベトナム語の訳がついているんですが、調べたら中国語と韓国語版もあります。この本のいいところは、例文がシンプルで覚えやすいと思います。そしてこちらの赤いシートがついているので、こうやって覚えたかどうか確認しやすいです。本もそんなに大きくないので、電車やバスに乗っている時でもこうやって少し確認できると思います。で、これは音声もついています。なので、聞いたりディクテーションをする時にもすごくいいと思います。そして単語を覚えたらこちらで確認をするのがおすすめです。改訂版日本語パワードリル N3 文字語彙です。ここには30回分の問題があります。だから JLPT の1ヶ月くらい前に1日1回分やるといいと思います。こちらの本には解説はないので、しっかり単語を覚えてから自分で確認するときに使うのがおすすめです。N3 を受ける人だけじゃなくて、N2 を受ける人も一回 N3 の単語しっかり覚えたかどうか復習するのにもすごくおすすめです。次はこちら、漫画で学ぼう生活で使える日本語文法です。こちらは私が5月21日に出版した文法の本になります。ちょうど先週届いたので開封動画をご覧ください。この動画は5月13日に撮影しています。ちょうどさっき出版社の角川さんから私が5月20日ぐらいに出版する文法の本が届きました。早速開けます。カッターで箱を開けます。今回の文法の本はオノマトペの本よりもカラフルです。かわいい。わー嬉しい。こんな感じでオノマトペの本よりもカラフルな仕上がりになっています。この本は JLPT のための本ではありません。でも N3 の文法が本当にたくさんあります。そして JLPT には出てこない本当に生活で使う文法もあるので、そういう文法を楽しく漫画で学びたい人におすすめです。すごくカラフルです。オノマトペの本とは違って、この本の中にポッドキャストはありませんが、特別にこの本を買ってくださった方のために、特別にダウンロードして聞けるポッドキャストがあります。そのポッドキャストにはスクリプトもついていて、スクリプトもダウンロードできます。ぜひ皆さん買ってくれた方がいたら、特別なポッドキャストも聞いてみてください。次はこちらです。Coming to Japan です。この本は空港の本屋さんに必ずあると言っても過言ではないくらい本
当によく空港の本屋さんで見かけます。旅行するときに持ち運べるこのコンパクトなサイズがすごくいいと思います。で、こういったカフェで注文するときの会話だけじゃなくて、前の方に旅行で使える豆知識が書いてあります。例えば、レシートにはどんな情報が載っているかとか、あとこういったサイズですね。このような旅行で便利な豆知識が載っている本なので、旅行するときに本当におすすめの一冊です。次はこちら、モフサンドのことわざ120です。こちらは可愛いイラストでことわざや慣用句が学べる本です。この本は日本語のネイティブスピーカー向けの本です。でも、このように漢字の読み方が書いてあるので、すごく読みやすいと思います。そして日本語で意味が書いてあるので、日本語を日本語で学びたい人にすごくおすすめです。音声はないんですけど、こういった可愛いイラストで勉強できるので、楽しみながらことわざや慣用句を学べる本です。次はこちらです。今日紹介する本は本当に猫好きの方におすすめの本がたくさんあります。こちらはにゃんこ四字熟語辞典です。この本も日本語のネイティブスピーカー向けの本で、すべての漢字に読み方が書いてあるわけじゃないです。でも、それぞれの四字熟語をイメージした猫の写真がすごく可愛くて、これを見て四字熟語が学べる。そして意味も日本語で書いてあるというような本です。本当に写真が可愛いので、ちょっと最初は難しいかもしれないんですけど、ちょっと最初は写真を楽しむだけでもいいのではないかなと思います。次はこちらです。深夜3時の黒猫喫茶。こちらも日本語のネイティブスピーカー向けの漫画です。すごく癒される漫画です。それぞれの悩みを抱えた人間がこの喫茶店に行って美味しいものを食べて癒されるというストーリーになっています。漢字の読み方はないんですけど、そこまで難しい文法は使っていません。で、それぞれのエピソードがすごく短いので、日本語ネイティブスピーカー向けの漫画に挑戦したい人におすすめです。私まだこれ途中までしか読んでないんですけど、1日1エピソードずつ今読んですごく癒されています。次も漫画です。できる猫は今日も憂鬱。これ知ってる人多いかもしれませんね。これはアニメでも見ることができます。家事ができる猫と主人公の物語です。これはね、漢字の読み方が書いてあります。そして、会社で仕事をしている場面もたくさん出てくるので、上司に対してご存知ですかとか、敬語の表現もあって、こういう場面で使うんだなっていうのがすごくわかりやすいと思います。ぜひ興味がある方は読んでみてください。最後はこちらです。8週間語学の旅。これは完全に日本語ネイティブスピーカー向けの本です。これはもう読んでてすっごくワクワクしました。この本を読んでいるうちに別の言語も学んでみたいという気持ちになりました。正直に言うと、この本を書いた山本先生の授業を受けている学生の皆さんに私は嫉妬しました。私も山本先生の授業を受けたいって、この本を読んで本当に思いました。この山本先生に私は会ったことはありません。でも、この本を通して、山本先生は学生が自主的に調べたり、あと学び続けることを諦めないように、いろいろなアイデアや考え方を共有してくれています。で、私は、この本はね、まだ日本語しかないんですけど、英語とか他の
言語で翻訳して、世界中の言語を学んでいる人に読んでもらうべき本だと思います。言語を勉強している人にも、教えている人にもおすすめの一冊なので、今ね、この動画を見ている私と同じ日本語教師の方がいらっしゃったら、ぜひ読んでみてください。おすすめです。はい。今日は日本語を勉強するのに役に立つ本を10冊紹介しました。この動画は今70カ国以上の方が見てくれています。なので、私の国ではこの本は買えますかという質問に私は答えるのがちょっと難しいです。概要欄とコメント欄に本のタイトルを書いておくので、皆さん自分で調べていただけるとすごくありがたいです。はい、今日の動画はここまでにしたいと思います。また来週の動画でお会いしましょう。バイバイ。